皆さんこんにちは。今回も前回に引き続き IFR ナビゲーションを行います。これまで Microsoft フライトシミュレーターの訓練飛行をずっと紹介してきましたが、今回の動画がいよいよ最後の訓練セッションになります。次回からは新しいシリーズが始まりますので、ぜひとも皆さんご期待ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では前置きが長くなりましたが、行ってみましょう。では今回の動画で説明する内容を紹介します。1、ILS の機能と計器の見方について説明します。2、セッション6およびセッション7の飛行訓練の映像を紹介します。3、最後におまけ映像としてセッション6の ILS による着陸をオートパイロットで実行するとどうなるか実際やってみましたので、その映像を紹介します。では ILS の機能と計器の見方を説明します。ILS は前回紹介した VOR や NDB とは異なり、無線標識ではなく無線を使った計器着陸装置です。VOR や NDB は飛行中の経路ナビゲーションを目的としていますが、ILS は飛行機が滑走路に着陸するときに限定して利用されます。具体的には目的地の空港近くまでは VOR を使って飛行して、その空港の滑走路の手前まで来たら ILS で着陸するということです。ILS はグライドスロープとローカライザーの2種類の装置で構成されています。グライドスロープは滑走路への進入高度を維持するためのパスが設定されます。ローカライザーは横方向の進入方位に対してパスが設定されており、滑走路のセンターラインからのズレを計器に表示します。ILS のローカライザーによる進入方向の表示は前回説明した VOR による表示とほぼ同じになりますので、ローカライザーの計器の見方についてはそちらを参照していただければと思います。ではグライドスロープの計器の見方について説明します。グライドスロープは飛行機の進入高さおよび進入角度をガイドします。パネルの右側にある高度計の上に G と表示された状態はグライドスロープの信号を受信していることを示しています。G の下にある緑色のダイヤのマークが飛行機から見たグライドパスの位置を示しています。次にグライドスロープと計器表示の関係をアニメーションで見てみます。ダイヤマークが上にある場合はグライドパスは飛行機よりも上にあるため、進入する飛行機はヨークを引いてピッチを上げ気味にします。逆にダイヤマークが中央より下にある場合はヨークを仕込んでピッチを下げ気味にする必要があります。もう少し簡単に言うと、ダイヤのマークが上にあれば上昇気味にして、下にあれば下降気味にするということになります。このように計器を見ながら滑走路に進入することで、滑走路周辺が視界不良の場合でも適切に着陸することができます。それではセッション6とセッション7の訓練映像を紹介します。セッション6でのミッションは ILS の機能を使用してパス上を航行し、滑走路に無事着陸することです。ILS の受信により計器の表示が変わることを確認し、グライドスロープとローカライダーの表示に注意しながら、滑走路が信任できるようになるまでは計器を見ながら飛行します。できる限りパスに乗りながらエアスピードを最終的に60ノット程度に落として着陸態勢に入るようにします。で、実際に訓練に入る前にこの訓練に関してちょっとしたハプニングがあるというか、私だけかもしれないので、ハプニングがあり得るということをお知らせしておきます。どういうことなのかというと、今回の訓練映像では計器に表示される進路が正しく設定されていないことがほとんどになっています。そこでナビボタンを押して修正するシーンがあります。これは教官の指示にはない独自の判断による対応になりますので、その点をあらかじめ知っておいてください。So now you've got the basics of flying on instruments. Now we need to get back on the ground. The most common landing aid is the Instrument Landing System, or ILS for short. An ILS uses two directional radio signals, one for lateral guidance called a localizer, and the other for vertical guidance called the glide slope. The localizer provides lateral guidance, which directs you onto the runway centerline. The glide slope provides the intended descent angle onto the runway. The localizer is displayed with a CDI, much like in the VOR lesson. Keep flying on a heading of 210 at 1,500 feet, and we'll watch for the localizer to come alive. The localizer is moving now. Make a gentle turn to the right, intercepting the localizer and keeping the CDI in the middle.
ローカライザーが浮き出しましたので、これですね、CDI が浮き出したんで、右に旋回します。そうすると、飛行場がですね、見えていきます。ちょっと旋回するタイミングが遅れちゃいましたね。はい。で、これは私だけなのかもしれませんけど、この、ローカライザーに向かう、その、ニードルがですね、ヘディングの方向はちょっと違う形になってます。で、それを切り替えるためには、ここにある両方矢印、これを、1回いじります。2回いじると、多分、なりましたね。はい、これで正しい、ヘディングの方向になりました。Here it comes. Now reduce power a little and start to descend, using the VSI to aim for 500 feet per minute. The glide slope is starting to drift away from center. You didn't follow the glide slope accurately enough. Keep both the localizer and glide slope indications centered all the way down to the ground. Reduce speed and set flaps as needed as you make your way down the ILS. ちょっとフラップを少し落として、で、グライドスロープは実は高い位置にへばりついてるんですけども、これは高度が今低すぎるってことですね。なので水平方向に進行するようにします。ピッチをちょっと上げ気味にして進行しますね。はい、そうすると、このグライドスロープの、目印がちょっと下の方に降りてきているのがわかると思います。はい、で、CDI はだんだんこう左から右に寄ってるんですけども、右に、センターに持ってくるためにですね、ちょっと向きを右に向きすぎると逆にこう蛇行する形で入り込む可能性があるんで、できるだけ、ヘディングはですね、一転したままの状態で、パスに乗るようにします。もうちょっと右からアプローチですね。トロットルは少し絞り込んで、We're approaching the runway. This approach has an offset, meaning that the localizer and runway aren't lined up together exactly. Focus on following the ILS for now. We'll transition to a visual landing once we're closer to touchdown. Make only small corrections and remember that each will be more critical as we approach touchdown. 少しフラップをしますね。おっと。Great. Now is a good time to transition from flying on instruments to using visual cues to complete the landing. Get us down onto the runway and then come to a smooth stop. ちょっとパスの下を通ってるんですけど、着陸できそうなのでいいでしょう。向きを変えすぎた。はい、一応センターに止めることができました。ちょっとゆらゆらしたせいですかね。あまりこうセンターに CDI をすることはできなかったので、残念ながら C になってしまいました。はい、最後のセッション7は総合テストです。
最後の総合テストでは教官が指定する高度及びエアスピードを指定された値を保持しながら飛行する必要があります。それでは行ってみましょう。はい、最初ヘディングが下向いてしまうんで、ヘディングピッチが下向いてしまって上に向けますね。I'll ask you to perform some handling tasks to test your IFR flying skills. Follow the GPS as shown in magenta on your CDI, maintaining 5,000 feet and 110 knots. はい、5000フィートに合わせてを維持しながらですね。エアスピードは110ノットに合わせます。で、ヘディングをこの赤い矢印に向けて、ちょっとまだこう高いのかな。Okay, still maintaining the GPS course.Take us down to 3,500 feet, keeping 110 knots airspeed. 今度高度下げていきますね。ただし、エアスピードは110ノットを維持すると。3,500フィート近くなりましたんで、ちょっとスロットルを上げてみしますね。あら、ヘディングが。Next, keep us at 3,500 feet and make a left turn onto heading 060. ヘディングを60度。旋回すると高度がですね、どうしても下がっちゃうんですよね。下がらないようにしながら旋回します。Alright, let's throw some other things your way. Please bring the speed back to 70 knots. 70ノットに落とします。高度は3,500維持しながらですね。高度が下がってる。はい、ここでスロットル上げて、Keep us at 3,500 feet. Alright, now keep us at 3,500 feet, 70 knots, and turn us to the right onto heading 225. You didn't hold your altitude accurately enough.はい、225。ヘディングを225に変えます。で、また高度が下がり気味になるんで、下がらないようにしつつ、Okay, now get us back to 110 knots. エアスピードを110まで上げる。225度のヘディングがちょっとうまくいかなくなっちゃいましたね。高度が上がり低いです。Keep us at 3,500 feet. You didn't hold your altitude accurately enough. エアスピード110になったんで、これを同時にやると結構難しいんですよね。高度とエアスピードをうまく調整するっていうのは、ちょっと、慣れが必要なのかもしれないですけども。はい、これやっぱり B ですね。なかなか A が取りにくいです。これすべての訓練は終了して、以降はですね、また別なコンテンツに移動しながら紹介していきたいと思います。はい、以上で終わります。
はい、この動画の冒頭でも申し上げましたが、マイクロソフトフライトシミュレーターの飛行訓練メニューに含まれるすべてのセッションは今回の動画で終了になります。飛行訓練のメニューをすべて終了された方は、主に軽飛行機の仕組みや操縦方法についてはほぼマスターしていると思います。ただしこれまでの訓練ではフライトプランの設定方法やオートパイロットの設定方法などはまだ使いこなせる状態ではないと思います。しかしご安心ください。私が人柱となり、今回の訓練セッション6で教官の目を盗んでパネルのボタンをいじってみたいと思います。そこである程度はボタンの意味や機能について説明できると思いますのでご期待ください。それでは行ってみましょう。はい、ここにポーズがあるので、一回ポーズしますね。ポーズしても、or ILS for short. An ILS uses two directional radio signals, one for lateral guidance ここ called で the 一回 localizer, オートパイロ and ッ the トを other 設定 for しましょう vertical か。 guidance called the glide slope. The localizer provides lateral guidance, which directs you onto the runway center line. The glide slope provides the intended descent angle onto the runway. The localizer はい is ナビゲー displayed ション with モードを the 設定する CDI, と much like in the VOR lesson. Keep flying on a heading of 今オート 210パイロッ at トには 1,500 feet, and we'll watch for the localizer to come alive. The localizer is moving now. はい今 Make a ローカライ gentle ザーを turn to the 押した right, ですね。 intercepting the localizer and keeping the CDI in the middle. You needed to stay at 1,500 feet until reaching the glide slope. Try to maintain でここからアプローチモードをオンに 1,500 feet して until we intercept the glide slope. でこれでうまくローカライザーとグライドスロープをインターセプトしてNow keep the いれ localizer ば、ま more あその centered and 通常のや maintain り方 1,500になるん feet. だと思いますね。 The glide slope is displayed next to the altimeter on your PFD. If the green glide slope diamond is above center, you are below た the だ glide その path. コードはですね、 We always start out 一応 below the 1100 glide slope, 前後をそのまま保っていて、1500にはなっていません。これ本来はその We'll wait for 1500 the で飛んで glide い slope て、 to start moving. それからオートパイロットに設定するっていうのが多分正しいやり方だったと思うんですけども、はい、ただその、グライドパスが下にある場合は問題ですけども、上にある場合は、一応ですね、このパスにオートパイロットで乗ってくれるはずです。はい、そしてですね、このパネルの説明をしていきます。オートパイロット、この一番左上にあるのは、これはマスターボタンっていうか、マスター機能になりますので、これをオートパイロットにする前に、どのオートパイロットを使うか、この下にあるナビゲーション、ヘディングセレクトですね。ヘディングをオートパイロット、要するに一定のヘディングを保つようにするのか、あるいはある程度、これコードですね。コードを、オートにするのか、設定したコードを保つように飛ぶのか。そして、その下にあるのが、これは今使っているナビゲーションモード。さっき使ったナビゲーションモードですね。VUR とか、そのフライトのパスを設定した値で、した通りにこうコースを進むっていうのがナビゲーションモードになります。バルチカルナビゲーションっていうのは、降下率とか上昇率とかの多分設定だと思いますね。そしてその下にあるのが今オンになっているアプローチモードです。で、このアプローチモードによって、一応ですね、グライドパスローカライゼーション、横方向と縦方向の、まあ、パスに従って合わせて飛ぶようになるというふうになります。バックコースモード、ちょっとこれはわからないですね。バーチカルスピード。バーチカルスピードが降下率と上昇率、上昇率と降下率の設定ですか。バーチカルスピード、まあ、同じバーチカルスピードなんですけども、ちょっと、まあ、若干モードが違うですね、この2つ。ちょっとパワーを落とさないで、フラップをちょっとオンにします。この FLC モードはわかりますね。ここにもバーチカルスピードがありますね。この3つのバーチカルスピードがどう違うかってはちょっとわかりませんが、一応この並びはほとんどが、オートパイロットの設定スイッチになっているようです。はい、そしてここにですね、ソフトキーってあるんですけども、今 CDI になってますよね。ここを何回か押すと、
GPS のモードと、VR などのナビゲーションモードと切り替わるようになりますが、オートパイロットはその GPS に合わせるかナビゲーションに合わせるか、どっちかっていう形になりますので、この設定については注意が必要になります。GPS モードでナビゲーションに乗るとするとちょっと問題が出てくるようですね。これちょっと。Great. Now is a good time to transition from flying on instruments to using visual cues ス to ピー complete ドが the ちょっと下が landing. りすぎましたね。Get us down で、 onto フ the ラットオ runway ン and し then come て、 to a smooth stop. スピードがまた下がってしまうんで。はい。で、おそらくここでオートパイロットをオフにして、こっちに触れないがオートパイロットをオフにしてやると、オンだな。最終的に着陸自体は手動でできるようになるってことですね。ちょっと右手でやってるからやりにくい。Well done, but there's room for improvement. 止まんなかったけど、B になりました。はい。というような形で、オートパイロットを使って、オートパイロットの中のナビゲーションモードですね、アプローチモードを使って、一応 ILS で着陸できる。ILS の信号を受けながらパスに沿って着陸できるということが分かりました。はい。ということで、今回、そのオートパイロットを使った着陸実験でした。今回、オートパイロットについての解説を加えましたが、解説の内容については、市販の書籍、フライトシミュレーター2020コース攻略テクニックと、マイクロソフトフライトシミュレーターに関する情報サイト、フライトシムベイスポートにある記述を参考にしています。しかし、いかんせんにわか知識であるため、私の説明には誤りがあるかもしれませんので、何卒その点ご容赦ください。また、資料の参照先などは別途概要欄に記載しておきますので、ご興味の方は参考ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。